Hello everyone! ゲームシーカーズのニックです。ゲームシーカーズのニコです。今日は90年代風のクラシックなサバイバルホラーゲームアリサをレビューしていきます。初代バイオハザードの雰囲気があるゲームだね。そうだね。初代バイオハザードにインスパイアしてオマージュしている部分もある。特にバーリーの有名なセリフジルサンドウィッチを知っている人なら気づくかもね。ジルのサンドイッチが食べたい。美味しいのかな？まあジルサンドは実際のサンドイッチじゃないからね。ファンの間で当時ミームになった面白いセリフだよ。そうなんだ。でもジルサンドが本当にあったら注文したい。サブウェイに電話しますか？ジルサンドが食べたい。まあただのジョークだからね。ははは。いや今のはジョークじゃないから。早くジルサンド食べたい。私も食べたい。こうしよう。アリサのレビューが終わった後にジルサンドを一緒に作って食べよう。それでいいかな？ジルサンド楽しみ。私も楽しみです。エヴァは食べられないからね。さて、この先はネタバレが含まれていますので、購入予定の人はご注意ください。冒険の準備はできてるかな、ニコ？ジルサンドの冒険へレッツゴー。なんかジルサンドのことしか考えてないな。では、皆様をアリさんの世界にナビゲートしてください。And here we go. Accessing game profile. Number A22102021. Game title Alisa. Developed by Casper Crows. 舞台は1920年代頃。ある日、大切な設計図がスパイによって盗まれてしまいます。特別捜査官のアリサは、その設計図を取り戻すために捜査を始めました。アリサは目撃情報をもとに寂れた村にたどり着きました。そこには一人の老人しか住んでおらず、彼は指名手配犯を見たと主張していました。捜査を進める中で、アリサは赤いドレスを着た金髪の少女エリーゼと黒い布をまとった老婦人の写真を見つけます。アリサと彼女の相棒が森の奥深くを調査していると、ついにスパイに遭遇します。What's going on? What kind of monsters? No! 次に、アリサは人形のように着飾ったベッドの上で目を覚ましました。机を調べると、誰かが銃と鍵を置き残してくれていました。アリサが部屋を出ると、そこは獰猛な機械人形が徘徊するドールハウスだったのです。そこで彼女は奇妙な人形、ポールに出会います。機械人形から集めた歯車と引き換えに、アリサはポールのサポートを得ることができました。アリサは恐ろしいドールハウスの中で様々なパズルを解きながら逃亡者を探します。恐ろしい真実に一歩ずつ近づいているとも知らずに。そこで彼女はガラスケースの中に大きな老婦人の人形を発見します。それはアリサが以前に写真で見た老婦人のようでした。屋敷の奥へ進むと、アリサはエドミストン博士と遭遇します。エドミストン博士との戦いの末、アリサは奈落の底に落ちてしまいますが、なんとか生き延びて調査を続けます。ここで彼女は逃亡中のアルバトゥス・アルバレスと再会します。アリサはアルバレスを追って地下へと進みます。そこで彼女は足のない赤いドレスを着た人形に出会います。その人形は意識を失っていたアリサを助け、こっそりと銃を渡した張本人だったのです。彼女はアリサを助けたために別の機械人形に襲われ、足を破壊されてしまいました。アリサはその人形に新しい足を与えると、さらに地下へと進みます。
そこで彼女は怪物イーディス・ボワローに襲われますが、先ほど助けた赤いドレスの人形が戦いに加わります。イーディスを倒した赤いドレスの人形は老婦人の人形によってどこかに連れ去られました。その後、アリサは庭園を調査している最中に怪しげな生物学者イザベラ・フローラと遭遇します。No, I can't let you take it all. Sorry, I just came to grab this key. アリサが屋敷の最上階に着くと、アルバレスが再び現れます。アリサは設計図を返すよう交渉しますが、彼は襲撃を開始しました。アルバレスを倒した後、屋敷から脱出するにはオブジェを破壊するしかないと告げられます。アリサは紙の指を破壊するために爆弾を設置しますが、そこでドールマスターに遭遇します。Paul? Oh, my little doll. Why are you trying to run away from home? I will teach you good manners by disassembling. Power. ドールマスターを倒し、脱出に成功したアリサは、設計図の秘密についての手紙を読みます。彼女は何を目撃したのでしょうか？アルバレスの言っていた組織とは何者なのでしょうか？皇帝の陰謀とは、まだ明かされていない真実があるかもしれませんが、アリサの物語はここで終わります。はい、アリサのストーリーはいかがでしたか？さて、赤いドレスの人形と黒い服の老婆人形について話そう。彼らは一体誰なんだろうか？村の老人と関係があるのだろうか？もし関係があるなら、どうして人形屋敷にいたんだろうか？エリゼと彼女のおばあちゃんだったのかな？その可能性はあるね。写真には赤いドレスを着た女の子と黒い布をかぶった老婆が写っていたよね。もしかしたら実験のために捕まったのかもしれないね。あのおじいちゃんは2人ともが行方不明だったことを知っていたのかな？家族について何も言わなかったよ。確かに捜査の間、彼は家族のことを話さなかったね。でも写真の近くにろうそくが置かれていたから、おじいちゃんは行方不明の家族のことを知っていたのかもしれない。おそらく彼らのために祈っていたのかもしれない。でも最後は2人とも脱出できたね。おじいちゃんの家に戻ったのかな？二人に何が起こったのかはわからない。でも仮に戻ってきたとしても、家族にとって悲しい再会になる可能性もある。家族でジルサンドのパーティーをしたかもね。そうだね。姿が変わっても大切なのは信頼と愛する心。彼らの幸せな再会を願うね。次は不思議な物体、神の指について話そう。その正体とは
どこから来たのか。まず、1831年、アリサが最初に捕まった場所には精神病院があった。突然の陥没により病院が地面の中に丸ごと飲み込まれてしまった。おそらく中に患者たちもいたのだろう。なぜシンクホールが出現したのかは謎のまま。60年後の1891年7月27日、労働者たちはその場所を訪れたが、噂を聞いてほとんどの労働者は去った。数週間後の8月11日、房型の金属製の物体を掘り出し、それを神の指と名付けた。数日後の8月13日、巨大な洞窟の入り口を見つけたが、ランタンだけが置かれていて、人の形跡はなかった。発見された記事から推測すると、精神病院が陥没した時、ほとんどの患者が謎の物体とともに地中に沈んだのだろう。原因もその物体がどこから来たのかもわからない。生存者がいたかどうかもわからないが、別の記事によれば、ネズミより大きな何かが壁の向こう側を張っているのが聞こえたという。行方不明の患者の誰かだろうか。ドールマスターだったのかもしれない。彼が行方不明の患者の生き残りだった可能性もある。屋敷の冒頭でアリサは壁の向こうの人形、ボールに出会う。ドールマスターはずっとアリサたちを監視していて、すべてを操作していたのかもしれない。彼がどうやって力を手に入れたのかは不明だが、おそらくそれは謎の物体と関係があるのかもしれない。ストーリーをまとめると、精神病院が陥没した場所で神の指という謎の物体が発見された。関係した学者や医師たちは正気を失い、中には怪物となった者もいた。神の指に触れた者はやけどを負い、怪我をした者は治療されるか実験台にされた。しかし一人を除いて生き残った者はいなかった。それが行方不明の患者の一人、ドールマスターだったのかもしれない。彼は神の指から発せられる不思議な力を手に入れ、生きた人魚を作り出す能力を得たのかもしれない。皇帝と秘密組織は何らかの理由で神の指と関わっている。真相はアリサが持っていた手紙にあるのかもしれない。エリゼとおばあちゃんも巻き込まれてドールマスターに人形にされたのかな。その可能性もあるね。あの場所に近づいた者はドールマスターにより人魚にされて犠牲になったのかもしれないね。想像すると怖いね。ニコも一人で外出するときは怪しい場所には行かないように気をつけようね。でないと、もしかしたらドールマスターに誘拐されて人魚にされるかもしれないよ。もしニコが人形になったら可愛いからすぐに完売するよ。手に入れた人はラッキーだろうね。さて、アリサは90年代のホラーゲームの雰囲気と世界観を見事に再現し、現代に蘇らせたノスタルジックなサバイバルホラーゲームだと思う。こうしたジャンルが好きな人は何度もプレイしたくなるに違いない。それからアリサの英語なまりに気づいた人もいると思うけど、それを説明するシーンがある。ゲームのエンディングでアリサの部屋に飾られている写真を見ると、着物姿の日本人女性と軍人が写っていた。これは推測だけど、アリサの両親なのかもしれない。彼女は何らかの形で日本とつながっている可能性がある。もしアリサ2があったら、彼女の可愛い着物姿を見てみたい。あと、彼女のバックストーリーも知りたい。そうだね。彼女がエージェントになったいきさつも知りたいね。その答えが明確であればあるほど、このゲームは魅力的な傑作の一つになると思うね。はい、アリサのレビューは以上となります。皆さんいかがでしたか？ニック、早くジルサンド作ろうぜ。OK、約束通り一緒に作ろう。その前に皆さん最後までのご視聴 Thank you very much
またゲームシーカーズでお会いしましょこうしてニックとニコはホームメイドのジルサンドをたっぷり食べたのでした。